皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回も娘たちが帰国した様子をお届けします。次女はアメリカに帰っていきましたので、長女と2人残りの9日間を過ごしました。いつも行列のできる山形屋の焼き芋屋さんに行ったり、居心地の良い天文館の図書館に行って、中のカフェで美味しい卵サンドを食べたり、人気の昔ながらの喫茶店、天文館マノンにも行ってきました。そして今回は長女の親友がわざわざ東京から遊びに来てくれたので、一緒に仙巌園に行ってきました。最後までどうぞお楽しみください。仙巌園は鹿児島市にある大名庭園です。江戸時代初期に薩摩藩主島津家の別邸として築かれました。2015年には世界文化遺産、明治日本の産業革命遺産の構成資産として登録もされ、見どころの多い観光スポットとなっています。幕末、島津斉彬の時代に富国強兵を目指して洋式の工場群が庭園内に建てられました。こちらでは大砲を作るための反射炉の仕組みや斉彬の取り組みなどを学ぶことができます。そして外に出るとすぐ目の前に保存された反射炉の土台を見ることができます。斉彬は豊かな国づくりを目指してさまざまな産業を起こしました。軍事品を作るだけでなく、薩摩切子、薩摩焼の製作やガス灯、写真、印刷などの研究にも力を入れました。とっても寒い日だったので、中でお茶をすることにしました。いただいたのは鹿児島名物ジャンボ餅。餅に竹串が2本ずつ刺してあります。昔の上級武士が刀を腰に2本刺していた姿に似ているので、そう名前がついたそうです。こちらは薩摩切子のお店。薩摩切子は斉彬が海外との交易品とするために生み出したものです。カラフルでとっても綺麗ですね。さあ次は仙巌園の中心にある御殿に入ってみましょう。1658年に建てられ、数百年の歴史の中で増改築を繰り返し、島津家に受け継がれてきました。この邸宅には英国のエドワード8世やロシアのニコライ2世なども訪れたことがあり、幕末以降は鹿児島を訪れた国内外の賓客をここでもてなしていました。洋風のテーブルが置かれたこの部屋は賓客と面会するために用いられました。シャンデリアはロンドンでオーダーメイドされ、島津家の丸十文が施されています。和の趣の中に中国の風水を取り入れたお庭、そして西洋風の調度品をミックスした島津家の暮らしぶりが伺えます。さあ次は15,000坪もある広大な庭園を巡ります。桜島を築山に、錦江湾を池に見立てたスケールの大きい大名庭園です。NHK の大河ドラマのロケ地にもなりました。御殿の裏山には仙人岩と刻まれた岩があります。とても大きな岩という意味です。3文字の全長は11メートル。江戸時代後期に3900人と3ヶ月をかけて完成しました。園内には猫が神様という珍しい神社、猫神社があります。豊臣秀吉の命令で朝鮮に出兵した
島津のお殿様は7匹の猫を連れて行きました。そのうちの生還した2匹をお祭りしたものです。猫の瞳の変化で時間を知るために戦場に連れて行ったそうです。参道では5匹の案内猫、境内には2匹のなで猫がいます。私も我が家のにゃんこベベの健康を願ってお参りしました。また伝統文化の体験施設では2人は匂い袋を作りました。こちらでは弓矢も体験することができます。なかなか迫力がありますね。たくさん歩いた後はタクシーで天文館に戻りました。最後は名物の山形屋の焼きそばでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。またね。